お疲れ様です。わーさんチャンネルなのだ。今日はウク主が風邪をひいていてダウンしているのだ。だから私が代わってナレーションをするのだ。ウク主はもう1週間も寝込んでいるので多めに見てほしいのだ。今日はね、ちょっと特別な車の話をするのだ。その名もアルファロメオ155なのだ。まず最初に基本情報を確認するのだ。アルファロメオ155は1992年から1998年まで作られたのだ。生産されたのはイタリアのポンミリアーノ・ダルコという工場なのだ。総生産台数は19万5526台なのだ。デザインはエルコーレ・スパーダという人が担当したのだよ。スペックを見てみるのだ。エンジンは最高で190馬力なのだ。空気抵抗の数値 CD 値はなんと 0.29 なのだ。これは当時のセダンとしてものすごく優秀な数字なのだよ。そして最も希少なグレード94はたった2701台しか作られていないのだ。これは後で詳しく話すのだよ。一番大事なことを先に言っておくのだ。この車は DTM というドイツのトップレースで優勝した唯一のイタリア車なのだ。しかも今もそれを超えたメーカーは一つもないのだよ。知らないって人もいると思うのだ。でも安心してほしいのだ。この動画を見終わったら絶対に好きになってしまうのだ。155は1992年から1998年まで作られたイタリアのスポーツセダンなのだ。でもただのセダンじゃないのだ。この動画全部で16章あるのだ。ひしきゼロの人も155を何台も乗り継いだ猛者もきっと楽しめるのだよ。それじゃあ始めるのだ。スライド02第1章誕生と歴史的背景では第1章なのだ。155が生まれた背景から話すのだよ。まず155の前の車アルファロメオ7号について知ってほしいのだ。7号は後輪駆動でエンジンが前ミッションが後ろにあるトランスアクスルという特別な設計の車だったのだ。これがアルファロメオの純血と呼ばれていたのだよ。でも1986年に大事件が起きたのだ。フィアットグループがアルファロメオを買収したのだ。金額は2290億リラ、だいたい現在の数百億円なのだよ。この買収で何が変わったかというと、フィアット共通のプラットフォームを使うことになったのだ。プラットフォームというのは車の骨格のことなのだ。7号の後輪駆動から前輪駆動に変わってしまったのだよ。アルフィスタ、つまりアルファロメオファンたちは大激怒したのだ。これはもうアルファじゃない。ってね。でもそこで終わらないのが155なのだよ。フィアットに買収されながらも155は DTM というドイツのレースで BMW メルセデスオペルを全員ぶちのめしたのだ。これが155の最大の皮肉であり最大の誇りなのだよ。第2章開発秘話。第2章は開発の秘話なのだ。155をデザインしたのはエルコーレ・スパーダというデザイナーなのだよ。インスティチュートというデザイン事務所に所属していたのだ。スパーダさんはこんな言葉を残しているのだ。美しさは速さから生まれなければならないなのだ。かっこいい言葉なのだよ。実際155はめちゃくちゃ空力を意識して作られているのだ。 CD 値 0.29 というのは同じ時代の BMW3 シリーズの 0.31 より低いのだよ。つまり155の方が空気をスイスイ切って進めるのだ。車の骨格プラットフォームはタイプトレというものを使っているのだ。フィアットテンプラやランチアでデラと共有しているのだよ。それって大衆車と同じ骨格じゃないか、そう思うよね。でもアルファロメオはこの骨格に一手間どころか全部手を加えたのだよ。サスペンションのジオメトリーは全部作り直し、ステアリングラックも専用設計、ブレーキも強化、そして最上級グレードの94には四輪駆動システムまで組み込んだのだ。プラットフォームは借り物でも中身はアルファロメオなのだよ。第3章年次改良
1992万1998。完全一覧。第3章は年ごとの変化をまとめるのだ。まず1992年なのだ。1月にバルセロナで初公開、3月のジュネーブモーターショーで正式デビューなのだ。最初のラインナップは 1.71、82.094 ターボディーゼルなのだよ。次に1993年なのだ。フロントグリルのデザインが変わったのだ。フラッシュ型からリセスト型、つまり少し奥まったデザインになったのだよ。そして同じ年、DTM デビュー。ラリーニが12勝を挙げてチャンピオンになったのだ。1994年なのだ。シルバーストーンエディションという特別限定車が登場したのだ。これはイギリスの BTCC というレースに出るためのホモロゲーション用の車なのだよ。ホモロゲーションというのは違反車として一定台数売らないとレースに出られないというルールなのだ。1995年7月、これが一番大きな変化なのだ。ワイドボディ化なのだよ。フロントトリアのトラック、つまり車幅が広がって、日本では5ナンバーから3ナンバーになったのだ。クイックステアリングラックも採用されて、ハンドルのキレが鋭くなったのだよ。そして V6 モデルが追加されたのだ。1996年からは、全ブレードがワイドボディになったのだよ。そして1998年に19万5526台を作り終えて生産終了なのだ。第4章全グレード解説。第4章はグレードを全部説明するのだ。まず一番シンプルな 1.7 ツインスパークなのだ。129馬力で3万6359台生産された主力モデルなのだよ。1.8 ツインスパークは前期が8バルブ、後期が16バルブに変わったのだ。6万7774台と一番たくさん作られたのだよ。お次はシルバーストーンエディションなのだ。BTCC のホモロゲーションのために作られた2500台の限定車なのだよ。大きなリアウィングがなんとトランクの中にキット形式で入っていたのだ。自分で組み立ててねということなのだよ。これすごいでしょ。そしてワイドボディ化で登場したスーパー 16V なのだ。2リッター16バルブで155馬力なのだよ。ウッドパネルとウッドステアリングがついた一番豪華なモデルなのだ。いよいよ上位モデルなのだ。 2.5V6 ブッソというエンジニアが設計した V 型6気筒12バルブエンジンを積んだのだよ。このエンジンの音はもう二度と聞けないと言われているのだ。後で詳しく話すのだよ。そして最高峰94なのだ。2リッターターボで190馬力、4輪駆動なのだよ。世界でたった2701台しか作られていないのだ。第5章エンジン完全解説。第5章はエンジンを徹底解説するのだ。これすごく大事なのだよ。まずツインスパークの8バルブなのだ。排気量は約2リッターで150馬力なのだよ。ツインスパークって何かというと、一つのシリンダーにスパークプラグが2本あるのだ。普通は1本なのだよ。2本同時に点火することで燃料をムラなく燃やせるのだ。これが1990年代の技術で燃費と出力を両立させたアルファロメオの発明なのだよ。そしてこれが最後の純血アルファエンジンの一つなのだ。後のワイドボディ機の16バルブはフィアットのエンジンがベースになってしまったのだよ。次はブッソ V6 なのだ。設計者の名前はジュゼッペ・ブッソなのだよ。V 型6気筒60度12バルブ排気量 2492cc なのだ。155のワイドボディに搭載されたバージョンは167馬力から190馬力なのだよ。このエンジンのすごいところは音なのだ。高回転域で鳴り響く音は現代の車では絶対に出せないのだよ。この V6 が聴けるうちに聞いておけと言われるくらいなのだ。最後は94のエンジンなのだ。形式は AR33501 ランチアデルタインテグラーレのエンジン系譜の直径なのだよ。2リッター16バルブターボで190馬力なのだ。
このエンジン系統はランチアデルタで WRC 世界ラリー選手権を6回も制覇しているのだよ。その血統が94に引き継がれているのだ。第6章ミッションとサスペンション。第6章はミッションとサスペンションなのだ。まずミッションから説明するのだよ。155は全グレード、5速マニュアルが基本なのだ。一部のグレードでは4速 AT も選べたのだよ。ギア比を見てみると、1速が 3.636、5速が 0.850 なのだ。最終減速比は 3.647 なのだよ。数字が多くてよくわからないという人は、しっかりした設計と思ってもらえばいいのだよ。94の 4WD システムは特別なのだ。なんと、3つのデファレンシャルが入っているのだよ。デファレンシャルは略してデフというのだ。フロントデフは普通のオープン式なのだよ。センターデフはファーガソン粘性カップリングというメカが入っているのだ。スリップした時に前後のトルクを自動的に調整してくれるのだよ。そしてリアデフはトルセンという自動換応式 LSD なのだ。この3つのデフの組み合わせが電子制御ゼロで自然に4輪駆動を制御するのだよ。現代の車は全部コンピューターで制御しているのだ。でも155の94は全てメカニズムだけで解決しているのだよ。これもう二度と作れない技術なのだ。サスペンションについても話すのだよ。フロントは全グレード共通でマクファーソンストラット式なのだ。リアは標準グレードがトーションビーム。これがアルフィスタに一番批判されたポイントなのだよ。でも V6 と94はマルチリンク式の独立喧嘩なのだ。ここが大きな違いなのだよ。第8章 DTM155V6TI 完全解説。さあ、いよいよ来たのだ。155最大の見せ場 DTM なのだよ。DTM というのはドイツェトゥーレンワーゲンマイスターシャフトの略なのだ。日本語にするとドイツツーリングカー選手権なのだよ。ドイツのホームレースに BMW メルセデスオペルが全力で戦う超ハイレベルな舞台なのだ。その中にイタリアのアルファロメオが殴り込みをかけたのだよ。レース仕様の 155V6TI のスペックを聞いてほしいのだ。エンジンは 2.5 リッターの V6 なのだよ。でも市販版とは別物なのだ。縦向きに積み替えて4輪駆動にしたのだよ。最高出力は426馬力。回転数は 11,500rpm なのだ。1993年の市販セダンベースでこの数字はもはや狂気なのだよ。重さはたったの 106kg なのだ。このエンジンで 11,500rpm まで回った時の音は電気的な高周波と表現されているのだよ。F1 とも市販車とも全く違う音なのだ。実際にゾルダーサーキットで聞いたファンは一生忘れられない音だったと語っているのだよ。1993年シーズン、ドライバーはニコラ・ラリーニとアレッサンドロ・ナンニーニなのだ。ラリーニは20戦中12勝を挙げてチャンピオン獲得なのだよ。ナンニーニも2勝しているのだ。このナンニーニという人は元 F1 ドライバーでヘリコプターの事故で腕を切断したのに手術で再接合して復活したというすごい人なのだよ。155の DTM 優勝は今も唯一なのだ。ドイツ車でない、つまり非ドイツメーカーで DTM またはその後継選手権を制したのは155だけなのだよ。今この瞬間もそのレコードは破られていないのだ。第9章 BTCC。 第9章は BTCC 英国ツーリングカー選手権なのだ。 DTM と BTCC は全然違うルールのレースなのだよ。 DTM は 2.5 リッター V6 で426馬力の4輪駆動なのだ。 BTCC は2リッター直列4気筒で約300馬力の前輪駆動なのだよ。全く別の哲学のレースなのだ。1994年アルファコルセは BTCC に参戦したのだよ。ドライバーはガブリエーレタ・ルクイーニなのだ。元 F1 ドライバーなのだよ。そしてここで歴史に残る抜け穴作戦が発動されたのだ。
BTCC のルールに2500台の市販車に搭載している装備しかレースに使えないというのがあったのだよ。アルファはシルバーストーンエディションという限定車を2500台売ったのだ。その車のトランクの中に大型の調整式リアウィングをキット形式で入れておいたのだよ。組み立てるかどうかはオーナーの自由という形でね。プレシーズンのテストではこのウィングを一切使わなかったのだよ。ライバルたちは何も知らなかったのだ。そして開幕戦のスルーストン本番当日に突然ウィングを展開したのだよ。フォードも BMW も大抗議したのだ。でも最低は市販車に同梱されていた合法な装備、つまり完全に合法なのだよ。タルクイーにはその開幕戦でポール最速ラップ優勝を達成したのだ。以降4連勝でシーズン制覇なのだよ。この155の戦略は BTCC のルールを根本から変えたのだ。翌1995年から空力デバイスに関するルールが全面改定されたのだよ。155のせいでルールが変わった。これも155の歴史に残る功績なのだ。第10章世界の評価。第10章は世界の評価なのだ。有名な自動車雑誌が155についてどう言ったか紹介するのだよ。まずイギリスのオートカーなのだ。1992年のデビュー時、こう書いているのだよ。後輪駆動がなくなったのは残念。でも155はアルファであることを忘れさせないステアリングフィールとエンジンサウンドを持っている。なのだ。2.5 ボルト6のワイドボディについてはこう言っているのだよ。ワイドボディになって155はようやく完成した。V6 の音色は同世代の BMW3 シリーズには到達できない領域にある。なのだ。次にイタリアのクアトロルオーテなのだよ。94についてこう言っているのだ。デルタインテグラーレよりも洗練されたビジネスマンのラリーカーだ。なのだよ。かっこいい表現なのだ。イギリスの EVO マガジンは2018年に155を改めて試乗してこう書いているのだよ。コン運転してみるとわかる。これは BMW ではない。これはアルファだ。その違いこそが今日の価値だ。なのだ。トップギアの BBC は2017年のグッドウッドで155の DTM 車を試乗してこう言っているのだよ。パドックでは地獄、コースに出ると化け物だった。11,500rpm の V6 は現代の何者とも比較できない。これはイタリアの誇りの結晶だ。なのだ。全員が共通して言っているのは155は乗ってみないとわからない車だということなのだよ。見た目じゃなくて操った時に本当の価値がわかるのだ。まさにアルファロメオらしい車なのだよ。第11章オーナーの証言。第11章は実際に155に乗っているオーナーの声なのだよ。まず日本のオーナーから紹介するのだ。V6 のワイドボディに乗っている。関東の方はこう言っているのだよ。159も乗ったけど155の V6 は全く別の世界。高回転まで回した時のサウンドは現代車では絶対に味わえない。週末に乗るためだけに維持している。なのだ。94に乗っている関西のオーナーはこう言っているのだよ。インテグラーレから乗り継いだ。94の方が日常的に速い。ターボが効いてからの全話グリップは30年経った今も色あせない。なのだ。次はイギリスのオーナーなのだよ。94は1990年代の最も過小評価されたスポーツセダン。あの時代に3つのデフを持つ公道車がデルタインテグラーレより安く買えた。狂気の沙汰だった。なのだよ。そしてドイツのオーナーなのだ。1993年にゾルダーでラリーニの DTM155 を生で見た。あの音とあの速さ。翌年市販の155を買ったのは必然だった。なのだよ。世界中のオーナーが共通して評価しているのはステアリングフィール、エンジンサウンド、そして DTM-BTCC という歴史的価値なのだ。逆に批判されているのは TSK のリアサスペンション、転送系の信頼性、そして現在の部品供給なのだよ。愛情があれば乗り続けられる。愛情がなければ地獄。
これが155オーナーたちの共通見解なのだよ。第12章技術者の評価と過小評価の理由。第12章、これがとても重要なのだよ。なぜ155は長い間過小評価されてきたのか、その理由を解き明かすのだ。理由は7つあるのだよ。まず第1の理由、後輪駆動の喪失なのだ。7号の感覚と比較されて最初からハンデを背負っていたのだよ。第2の理由、フィアット共有プラットフォームなのだ。天ぷらの兄弟と揶揄されたのだよ。事実ではあるのだけど、アルファが大幅に改良しているのだ。第3の理由、これが一番大きいかもしれないのだ。合計の156が1997年に出て大絶賛されたのだよ。156が真のアルファ復活と言われたせいで、155は過渡期の失敗作というレッテルを貼られてしまったのだよ。第4の理由、デザインなのだ。スパーダさんのブロック上デザインは機能的だけど美しくないと批判されたのだよ。156の有機的な曲線と比べられて不利だったのだ。第5の理由、エントリーグレードの限界なのだよ。TSK の標準モデルは BMW やメルセデスと比べると走行性能が劣っていたのだよ。でもこれ V6 と94には当てはまらないのだ。第6の理由、日本での販売期間が短かったことなのだよ。第7の理由、そしてこれが皮肉なのだ。アルフィスタたちが155を批判しすぎて自らの首を絞めたのだよ。フィアットさんの車なんかと言い続けたせいで155の真の価値が広まらなかったのだ。でも V6 と94は全部を証明したのだよ。正しいグレードを選べば155は傑作だったのだ。第13章日本の中古車市場2026年版。第13章は今すぐ使えるお役立ち情報なのだよ。2026年現在の日本の中古車相場を紹介するのだ。まず全体の流通台数から言うと、日本に現存する良品は推定で数十台なのだよ。それくらい少ないのだ。価格帯を説明するのだよ。一番安いのは要整備の激安個体で50万円以下なのだ。でもこれは後で必ず修理費がかかるのだよ。TSK の標準グレードは80万円から150万円くらいなのだ。V6 のワイドボディ、程度良品は150万円から300万円なのだよ。そして94の極上品は300万円から500万円以上なのだ。日本に流通している全体の台数は今この瞬間おそらく11台から15台くらいなのだよ。長期賞なのだ。買う前に確認してほしいことを話すのだよ。まずタイミングベルトの交換歴を確認するのだ。34万 km ごとに交換が必要なのだよ。次に伝送系、パワーウィンドウやセンサー類は1990年代の部品なので注意なのだ。94を買うなら AWD システム全体を専門店で点検してもらうのだよ。年間維持費の目安も言っておくのだよ。V6 で年間50万円から100万円は覚悟するのだよ。これ決して安くないのだ。でもそれでも乗りたいと思えるかどうか、それが155オーナーになれるかどうかの試練なのだよ。第14章買うべき155グレード別推奨。第14章は済んだもんが直接おすすめを言うのだよ。第1位は94なのだ。星6つ限界突破なのだよ。なぜかというと94はランチアデルタインテグラーレの DNA を持つ唯一の4ドアセダンなのだよ。3デフ構成の 4WD は現代ではもう製造できない技術なのだ。世界で2701台しか存在しない長期商車なのだよ。インテグラーレより安全で速いという逆説的な評価も持っているのだよ。将来の資産価値上昇が最も期待できるのも94なのだ。でも注意点があるのだよ。AWD システムの維持費は大きいのだ。専門の整備ショップとの付き合いが絶対に必要なのだよ。300万円以上の予算で極上品を狙ってほしいのだ。第2位は 2.5V6 のワイドボディなのだよ。
星5つなのだ。物素 V6 は今後二度と買えないエンジンなのだよ。ワイドボディ後期型が155の完成型なのだ。94より維持しやすい全輪駆動なのだよ。日本の正規輸入の主力だったから専門店のノウハウもあるのだ。150万円から300万円の予算で整備記録が明確な個体を探してほしいのだよ。第3位は2リッター TS8 バルブなのだ。星4つ、純血アルファエンジン最後の世代としての価値があるのだよ。50万円から100万円でエントリーできるのだ。逆に買わなくていいのは激安の前期 TSK なのだよ。安い155は存在しないのだ。維持費で必ず高くなるのだよ。第15章155から159へ設計思想の継承。第15章は155と159の関係について話すのだよ。この動画を見ている多くの人は159オーナーかもしれないのだよ。だからこそこのアキラは特別に語りかけるのだよ。155が15万6159に残した技術的な遺産を紹介するのだ。まずツインスパーク技術なのだよ。155の8バルブから始まって1億5614万7159へと受け継がれた技術体系の起点が155なのだよ。次に FWD レイアウトなのだよ。155で確立された全輪駆動設計が15万6159の土台になっているのだ。そして空力追求の DNA なのだよ。155の CD0.29、156も CD0.29、159は CD0.28 とどんどん進化しているのだよ。レース文化の継承もあるのだよ。155の DTM156 の WTCC ジュリアの WTCC へと続く文化の流れなのだ。でも159オーナーにこそ伝えたいことがあるのだよ。159のステアリングにアルファの意志を感じるなら155のステアリングにはアルファの原初の叫びがあるのだよ。159の JTS エンジンの吹け上がりに感動するなら155の物素 V6 の音はそれとは全く別次元の有機的な音楽を奏でるのだよ。159の洗練されたインテリアを評価するなら155のシンプルなコックピットは余計なものが何もない時代のアルファを教えてくれるのだよ。159という洗練を知った者だけが155の不完全さの完全性を理解できるなのだよ。最終アキラなぜ155は今再評価されるのか。結論、今日の全部のまとめをするのだ。まず155を総合評価してみるのだよ。DTM-BTCC の歴史性、星6つ、限界突破なのだよ。物素 V6 の官能性、星5つなのだよ。94の希少価値、星5つなのだよ。空力設計の先進性、星5つなのだよ。資産価値 V694、星4つなのだよ。快適性日常性、星3つなのだよ。維持整備のたやすさ、星2つなのだよ。アルファ度、星6つ、限界突破なのだよ。そして2020年代になぜ155が再評価されているか、7つの理由をまとめるのだよ。第1、内燃機関の時代が終わりに近づいているのだよ。第2、物素 V6 はもう新車では買えないのだよ。第3、94のアナログ 4WD はもう製造できないのだよ。第4、グランツーリスモというゲームで若い世代が155を知ったのだよ。第5、1990年代欧州車のコレクター市場が世界的に拡大しているのだよ。第6、シルバーストーンエディションなどホモロゲ車の希少性が認識されてきたのだよ。第7、過小評価された傑作という物語が人の心を動かすのだよ。最後に一言言わせてほしいのだよ。155は失敗作ではなかったのだよ。制約の中で最善を尽くしてドイツのホームタウンでドイツを打ち負かした。それがアルファロメオ155の真の物語なのだよ。159を日常に使って週末に155を狩る。これが2026年の最高のアルファ体験なのだよ。見てくれてありがとうなのだ。
もし面白かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくなのだよ。次の動画でまた会いましょうなのだ。ずんだもんでした。